もう年末か。早いな。大掃除ならぬ歯切れ消費をしていこう。いろいろと欲しいものをこの歯切れで作っていきたいな。外でもおしゃれにつけられるヘアバンドが欲しいのだけれど、落ち着いた雰囲気の歯切れが使い勝手がいいかな。この何色の歯切れがいい感じだ。でも洋尺は全然足りなそうだな。パッチワークして洋尺ぐらい大きくしていっちゃおうかな。柄の特性上継ぎはぎも目立たないね。クロスしたヘアバンドにしたいから、もう一つ同じパーツを作っていこう。継ぎはぎで洋尺くらいの大きさになったから、裏布もカットしていこう。早速作ろう。裏地と表地を中表に合わせて上下縫い合わせよう。脇も片方だけ縫おう。縫えたら角の縫い代をカット。表に返そう。
表に返したらもう片方の脇を1センチ内側に折り込んで縫っていこう。もう一本同じように作ろう。アイロンで整えたらこうしてクロスして端はこんな風に折りたたんで折り目は中側に向くように合わせて端を縫おう。ゴムを通したいから1センチほど開けてまた縫おう。ヘアゴムを自分のサイズに合うように長さを調整しつつゴムを通そう。これは私がミシンを始める前に長女に買った T シャツ。息子も次女もお下がりできてついにサイズアウトしたのだけれど本当は捨てようかなと思っていたんだけどそれに気づいた次女が捨てちゃダメというので取っておいたもの。お人形にすると聞いたらそれならいいよというので思い出の T シャツをお人形にというよりは軽めのマスコットに生まれ変わらせてあげようかな。くまさんとうさぎさん、絵で描くのは簡単だけれど薄手の T シャツでうまく作れるかな。じゃあいよいよハサミを入れよう。柄を調整しやすいように前身頃と後ろ身頃を切り離そう。早速カットしていこう。この気球のところも入るようにくまさんはカットしていこう。出来上がり線を写しておこう。
返し口を開けてぐるりと手縫いで縫っていこう。そうだ、キーホルダーにもできるようにリボンも挟んでおかなくっちゃ。リボンも一緒に縫おう。カーブやくびれに切り込みを入れよう。返し口から表に返そう。返し口から綿を入れていこう。返し口をコの字閉じで閉じよう。お顔をフェルトで作って少し不満げ顔のクマさんができた。うさぎさんは試しに刺繍でしてみようかな。生地が薄手だから裏の糸が透けるね。もっと裏を丁寧に処理しないとだったな。まだ T シャツの生地も余っているし、もう少し大きめのも作ってみよう。接着芯貼ったら刺繍もしやすいかな。糸が透けるのも防止する意味で。接着芯を貼ったから今回はミシンで周りを縫ってみようかな。
やっぱりフェルトの方がお顔は可愛いかな。うさぎちゃんは芯を張らずに作ってみよう。透けるから刺繍の裏処理も丁寧に。芯を張らない方がふわふわで手触りが良かったからね。今日は夫の得意のお菓子、アップルクランブルを作ってくれるそう。今夜ははぎれるブローチを作ろう。気軽に適当に丸を描いて、この間パッチワークして余ってたのがあるから、これもブローチにしよう。型紙より2センチほど大きくカットしよう。周りをぐし縫いしよう。一周縫えたらキューッと引っ張って綿を入れよう。型紙へ蓋をするようにしてまたぎゅーっと糸を引っ張る。フェルトでもいいのだけれど、たまたま合成の革があったからそれでブローチの型通りカットして
ローチのピンを縫い付けよう。そしたらブローチ本体に外表に合わせて縫い付けていこう。何種類か作っていきたいな。とっても気軽な刺繍もしたりして